Peggy 16. 皆さんこんにちは、カプコンの辻本です。いつもの通りこの2人で、僕と3人で、皆様に情報をお伝えしたいと思っております。ではまず自己紹介させていただきます。どうぞ。はい、モンスターハンターワールドアイスボーンでエグゼクティブディレクター、アートディレクターをしている藤岡要です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、アイスボーンでディレクターやってます市原大輔です。よろしくお願いします。はい、というわけで今日ははい、僕のマイハウスに来ていた2人が来ていただいてますと、いうことで、今日はですねタイトルアップデート第1弾の情報をお伝えしたいと思うんですけど、そこのタイトルアップデート第1弾で他のプレイヤーがマイハウスに来れるようになるんですよね。お招きいただきました。はい、ありがとうございます。というわけでちょっと僕の部屋のちょっと雰囲気も変えてみましょうか。そうですね。ちょっとね、はい、これタイトルアップデート第1弾で販売する予定の家具とかちょっと置いてみましたんで、はい、こんな感じ。あらあら、いい商品ですね。可愛らしい。これ実際僕の部屋って言ってこれやったらちょっと驚くでしょうね。だいぶパステルな感じ。だいぶね。さんの趣味なんでね。これはタイトルアップデート第1弾から追加される、有料のやつもありますけど、家具もありますので、いろいろ、マイハウスの方も、着せ替え楽しんでいただけたらと思います。はい、それでは、情報をお伝えしていこうと思います。すでにご覧の方もいるかと思いますけど、このタイトルアップデート第1弾で、目玉となるモンスター、映像をまず見ていただきたいと思います。どうぞ。Business is about to pick up.はい、というわけで、まずタイトルアップデート第1弾の目玉となる、ラージャン、こちらの方から、ご紹介したいと思っております。アイスボーンでも特別任務クエストで出てくることになります。条件を満たしましてセリエナにいる特定の、人とですね会話をすることによって、この特別任務っていうのがオープンされますので、それを受けていただいて、ラージャンと対峙していただくということになります。モンスターハンタードスの時に、初めて、登場したモンスターとなります。激しい攻撃で場をかき乱すっていう超攻撃的なモンスターなんですけど、それをワールドらしく、しっかり生物的な表現とかもしっかり入れて、リメイクされたモンスターですね。かなり前足強力なんで油断すると本当に一撃でやられるみたいなモンスターですね。で怒ると金色に輝くことで、金獅子とも呼ばれております。アクション部分では前足が強化された状態、投機効果状態って言うんですけど、その状態が特に危険です。知能もちょっと高くてですね、通常状態だと落とし穴回避したりとか、先ほどお話した投機効果状態で前足が強化されている状態だとしびれ罠壊すんで、しっかりとこのモンスターの状況を見ながら攻略を目指していただきたいなと思います。今回新しいアクションとかも追加してますので、その辺も注目していただければなと。油断できないモンスターに仕上がってると思います。ラージャンといえばですね、装備も、大人気ですので、こちらの紹介もしたいと思います。先ほど言った怒った時に金色に輝く毛並みと、ちょっと黒とのコントラストっていうのが結構デザイン映えをしますので、そういったものを生かしつつ、そのちょっと歌舞伎の衣装というか、ああいった感じのデザインになっています。スキル面はモンスターのイメージ通り超攻撃的なモンスターなので、ちょっとそういう風に振ったスキルがかなり揃っているオーブになってまして、ちょっとラージャンの武器自体が結構癖のある武器なので、そことの相乗効果みたいなところも狙えるスキルを入れております。導きの地、こちらについて少し紹介させていただきたいと思います。この導きの地っていうのはアイスボーンのストーリーをクリアした後に発見される新たなフ
フィールドになります。荒れ地のような乾燥地帯から、古代樹の森のようなこう植物が豊かに生息している場所から、オカサンゴのようなちょっとユニークな植生があるような場所であったり、また深い場所にはこうちょっと正気の谷のような場所もあったりと、かなりこう幅広い生態系を内包したフィールドになります。はい。そこでできる遊びっていうのはどんな感じに？各植生によってそれぞれその地帯レベルというのを持ってまして、そこに生息しているモンスターをこう調査して狩猟していくことで地帯のレベルが上がっていくっていうような仕組みになってます。でこの地帯を上げていくことで導きの地にしか登場しないモンスターだったりとかっていうところが登場するようになっていきます。ジンオガもその一種。そうですね、はい、ジンオガの方も、導きの地を調査していただければ、そこに登場するようになります。地帯のレベルの、高さとかっていうのは各プレイヤーごとに持ってるパラメータになってて、ユーザー同士でユニークな環境がそこに育っていって、とりあえずその出会いたければその地帯レベルの整った環境の、リーダーの、探索に参加していただいて、でそこでもっと借りたいってなったら痕跡を見つけて調査クエストを配出してもらって、そっちらのクエストに行くっていうような形の遊び方になります。それ以外にもこの場所で入手できる素材で武器のカスタム強化っていうところを拡張していけるものになります。そのカスタム強化の中でもちろん性能の部分もそうなんですけど、ちょっと見た目の方も少しだけですけど変更できるような要素も入れてますので、その辺と組み合わせて、自分オリジナルの武器っていうところをどんどん作っていってもらうっていうところができるかなと。はい、導きの地におきまして、ユーザーの皆さんからたくさんいろいろとご意見いただいておりまして、もっと遊びやすくなる形で調整を入れようと思っております。通常プレイをされているユーザーの皆さんにはご迷惑をおかけしております。もっとゲームが遊びやすくなるように慎重に今調整を行っておりますので、今しばらくお待ちください。今回のタイトルアップデートで、導きの地にもですね新しいエリアが追加されます。そちらの方がですね溶岩地帯、こちらのエリアが追加されます。ラージャンの特殊任務が始まった時に同時にですね、この地帯が開放されるといった感じですよね。はい、この溶岩地帯を調査探索することで、今まで、導きの地に出現しなかった熱いところに特化したモンスターたちがどんどん出てくるようになりますので、そういったものもどんどん、やっていってもらって遊び込んでもらえるとさらに地帯レベルが、ね、上がっていって、豊かな環境にどんどんなっていくかなと思うので、はい、さらにこのエリアで採取できるようになる素材とかでも武器のカスタム強化が新たにできたりとかする部分もあるので、はい、ぜひ遊んでみてください。はい、導きの地での、やり込み要素になるんですけど、今回のアップデートで、考えていることがあります。モンスターハンターワールドに登場した装備の重ね着を一部実装をしようと思います。今回アイスボーンから重ね着の生産は加工屋さんになってますので、加工屋さんの方のラインナップに追加されるという形になります。でラインナップの追加は導きの地で手に入る素材を入手すれば追加されるという形のフローになります。はい、モンスター関連でもう少し皆さんにお伝えしたいことがあります。これまでですね歴戦の個体で出現してこなかったですねレウスとレイヤの希少種、こちらの歴戦の個体がいよいよ登場いたします。こちらですね今回のタイトルアップデート以降で出現する予定になっておりますが、条件面とか、少し、お伝えしたいと思います。リオレイヤの希少種の方が導きの地の荒れ地地帯を調査してもらって、荒れ地地帯のレベルが上がっていくと出るようになります。でリオレウスの希少種の方はオカサンゴですね、サンゴ地帯の方の調査を進めていくことで登場するようになります。そこから得られる報酬とかはどういうのがあるんですか？かなり上位の歴戦用の素材が手に入ります。だいぶ手強くなってますよね。でもだいぶ手強いです非常に手強いです。はい、はい、覚悟してね臨んでもらえればね、しっかり準備して臨んでください。はい、次はですね今回のタイトルアップデートからですね、マイハウスに他のプレイヤーを呼ぶことができるようになります。なのでその辺のマイハウス関連のことをちょっと説明したいと思うんですけど、今は、僕の、マイハウス僕の部屋でですよね。はい、ちょっと落ち着かないですけどお伝えしてましたけど、はい、せっかく今回のアップデートで他人のねマイハウスに行けるようになるので、藤岡さんのマイハウスの部屋に来ます？行っていいですか？
嫌です。じゃああかんです行きますはいというわけでちょっと移動してみたいと思いますので、はい、じゃあせーので移動しましょうか。せーので行きます、はい、行きましょう。せーのはい、というわけで来ました藤岡さんのところにはい、僕の部屋です。いい曲流れてますね。そうですね、2階の入り口入ってすぐ右手に演奏ボックスという家具が今回追加されてまして、演奏ボックスに直接アクセスしてもいいですし、ルームサービスの方からでも構わないですけど、マイハウスに流れる曲を今回変更できるようになってます。なるほどなるほど、はい、今回のアップデートでも何曲か追加されるんですかね。はいはい、でさらに今後のアップデートとかでも追加していければなと今考えております。はいはい、あと藤岡さんといえばオフィスの机のところにもすごいいろんなフィギュア置いてあるけど、ね、20年来のねフィギュアたちがフィギュアがやっぱり好きなんですよね。あ、まあね、ちゃんと好きですねやっぱり。この部屋にもちゃんと飾ってるんですね。これね実は今ちょっとあるドス・ジャグラスさんがいると思うんですけど、はい、実はあれも特殊な家具でして、モンスターのフィギュアを飾ることができるようになります。はい、今回はい、ドスジャグラスに関しては、無料のダウンロードコンテンツとして全てのユーザーさんが取得できるようにしております。あんまりクエストとかで対峙してるとなかなかじっくり見る機会がなかったりするんですけど、フィギュアにアクセスしてもらうとそのモンスターをじっくりいろんな角度から見ることができるので、新たな発見がね、こんな風になってたんだっていうのが結構ここで見れたりとかします。はい、さらに、藤岡さんなんか装備を飾ってますね。なかなかいい装備を揃えていらっしゃいますね。自分好みのね、ああいうのも置くことができるということですね。そうですね。はい、今回新しい家具として武具を飾れる場所をご用意してます。で、今ご自身が着てる防具だったりとか、マイハウスにセットされている防具っていうのをあちらに飾ることができるように、今回しました。設定とかでパスワードかけたりとかもできるんですよね、これ。そうですね。同じ周回エリアにいるユーザーさんに対して基本最初はフルオープンになっている状態です。行きたい人の部屋に勝手に入れるようになってるんですけど、やっぱプライベートな部分もあるので、入られたくないっていう方はパスワードをかけていただいて、で、招待した時はそのパスワードを教えてあげて、そのパスワード入れて入ってねっていうような形の対応を今回しておりますので、その辺少しご注意いただければと思います。はい、今ご紹介しました家具はですね、一部有料のものもありますが、無料のものもありまして、それは、皆さん、受け取っていただけますので、ぜひですね自分好みの、マイハウスをカスタマイズしていただけたらと思います。どのような家具があるかというのはですね、公式サイト等を見ていただければと思っておりますので、そちらでご確認ください。はい、ここからですね、2019年今年のですねタイトルアップデートの、情報をですね、いわゆるロードマップとして、皆様にお伝えしたいと思っております。無料のタイトルアップデート第1弾は10月の10日配信を予定しております。目玉となるのはですね追加モンスターの、シリーズのおなじみのラジャン、そしてですねそれに合わせて、導きの地の、溶岩地帯が開放いたします。さらにですねマイハウスに他のプレイヤーを呼べるような機能や新たな家具や演奏ボックスこちらの方が追加されます。次にですね11月のアップデート、先日発表されましたバイオハザード RE2 とのコラボクエスト、そしてですね武具デザインコンテストで最優秀賞を受賞したハンターの武器とオトモバイルの武具が生産できるクエスト、こちらの方を配信する予定になっております。そして PS4 版ではホライゾンゼロドーン凍てついた大地のコラボクエストが配信されます。こちらのコラボクエストですが複数回の配信になりますので説明させていただきます。まず11月なんですが、ストームスリンガーというそのホライゾンゼロドーンで出てくる、武器がライトボーガンとして、生産できるクエスト、あと武器チャームとかっていうのが追加されます。でさらに、12月のアップデートで、ワンセット防具、これもゼロドーンの方に実際出ているシールドウィーバーっていう装備が生産できるようになります。新たな音も装備だったりとか11月に登場したストームスリンガーを強化できる、クエストも配信します。で、ここで強化してもらうと専用のアクションだったりとかができるようになりますので、ぜひ強化していただければなと思います。さらに12月のアップデートでは新たに開拓者の服っていうのを生産できるクエストを配信します。このクエストではワールドの時のコラボ装備、アロンの弓だったりとかお供の機械銃装備とかっていうのも強化できるようにしてますので、ぜひプレイしてみてください。はい、こちらのコラボに関しましては、配信が近くになりましたらさらに新しい情報を公開いたしますのでご期待ください。次にですね12月、こちらの方もアップデートを予定しております。こちらの12月のアップデートではですねモンスターの追加を含む無料タイトルアップデート第2弾、
こちらを予定しております。追加モンスターの、情報に関しましては、今後の情報をお待ちください。さらにワールドを遊んだ皆様にはおなじみかもしれませんが、アステラ祭り、こちらの開催も予定しております。アステラの周回エリアだけではなく、セリエナの周回エリア、こちらも特別な装飾になりますのでご期待ください。というわけで、今ですね、年内のアップデートの情報をお伝えさせていただきましたが、来年2020年こちらの以降のですねタイトルアップデートに関しましてはまた今後皆様にお伝えできるタイミングでお伝えしたいと思っておりますのでご期待ください。今回の情報は以上となります。というわけで、そろそろお別れの時間となります。最後は、いつもの掛け声で、終わりたいと思います。それではいきます。ひとかり行こうぜ。